当時はね、僕が出た頃は1970年代、1968年ぐらいから、顔を出して、それでアートをやってきました。でその時、その以前は西洋的なポップアートとかプライマリーアートとか、そういうふうなのが日本の中でも盛んにやられてて、その中にそのものは僕みたいなものを単純にこう触ってそれをアートとして取り上げるっていう思考がだんだん出てきたわけです。その本当にもう先端のところに僕がいてそれをやったもんですから、それはどういうものかっていうのは誰も分かんないわけですよね。単なるこれ物じゃないとか石ころじゃないっていうふうにして、そんな程度の意識しかものを作るってことに関連しては、なかなか難しいかなと思うことがありましたけど、僕はもう素材を変えなければアートは存在しないという思いがあって、とりあえず何言われてもやり続けるというふうにして、60年代終わりから70年代進んだわけですね。それからもう一つは、ものと同時にものがある場所、場というその場の認識が重要だということが言えると思います。ものが単独に空中に浮いてるわけじゃないんだから、どっかにある、あったところが結局場として成立してるわけだから、その場のリアリティともののリアリティをどういうふうにくっつけるか、あるいはどういうふうに別々に置き換えるかということが、ものを作る上では大変重要だったというふうに考えています。いや、やっぱりアーティストがこう認識する場所と全然認識してない場所、結局同じなんですよ。どっちがいいとか悪いじゃなくて、陸続きにずっとなってて、たまたまここでアーティストがいる、ここには誰もいない。それはもうその事実というか、そういう空間性であるということをまっすぐに認識するということが重要だと僕は思ってましたね。だからどんな空間でも同等どっちがいいとかじゃなくて、同じ価値観があって、同等の価値観の上に空間というのは成立してて、それだからこそ人間が入った時にその空間の変わり方っていうか、それが人間と同時に一緒に浮かび上がってくるということだったと思いますね。モノハ、当時のことを考えれば、モノハは現代アートの一つのジャンルだけど、ものの見方というかな、アートに対するこう姿勢というか、そういうものがちょっと独特で、単にイマジネーションとかそういうことじゃなくて、もっと思考的な頭を使うっていう分野に行ったわけですね。だからそういう意味では見てる世界、こう触る世界、そういう世界の在り方を自分なりにこう変えていくっていうかな、捉え方を変えていくというか、そういうことをできる状態であったと思いますよ。
まあ僕はとにかく物というものをちゃんと認識の対象として言葉の上でも概念の上でも物というものを前面に出したんですよ。それは当時はもう全くなかった。だから最初のもの、全てのものは物だっていう認識、それはやっぱり当時のアートの考え方からすればおそらく斬新だっていうか想像できないような分野としておそらくあったんだと思いますね。そういう認識を持たなければ物派っていうものは、そして僕の作品というものもおそらく、成立しなかったというふうに考えていますね。物派っていうのはそれは人間がとにかく物派っていうふうにしてやり始めたんだけど、なぜ物派なのかっていうことはそれぞれまた違うわけですよね。なぜ違うかって言ったらそれぞれアーティストが使うものが違うわけだから、扱うものと同時にアーティストの位置、それから思考的なものが出てくるとすれば、違う素材を使うごとにそれはそれぞれのアーティストの違いも出てくる。それからそのものによって捉える世界観も違ってくるという状況が生まれていたわけだ。だからどういうものを扱うかによって自分の制作の内容とか深さとかそういうものがおそらく変わっていくんだろうというふうに僕は考えていました。で、僕の好きな材料はここにあるように木なんですね。木と石を使ってましたから、それ以外にはあまり使ってないっていうか、あまり興味ないっていうか、やっぱり自然の中の木、自然の中の石、それから自然の中にいる人間というそういう関係の中でアートは成立し得ればいいなと。あまり頭使わなくてもいいあるものそのものが結局思考的に存在し得ればいいというふうに僕は考えていました。一番難しいよね。これは連続的にずっと昔からやってきて、それで突然ガランと汽車から船に変わるような感じとは違うからね。ただ空間的につながってるわけですよ。だから一人の人間が捉える空間性、あるいはもののいろんなリアリティ、そういったものも突然変わって生活が変わるということはありえないわけで、その前からつながっているいろんな空間でも物でも、あるいは位置とか配置とか、そういったもろもろの存在性に関わる事柄はこれは結局つながっていくわけだから、つながっていくところでちょぼっと少しだけ変わっていく。人間の力は大したことないから、何かやった時に自然そのものが自然の中で主張するというか変わっていくというか、そういうことを変わったところを認めていくってことだよね。人間が変わったところを遮るんじゃなくて、変わったなら変わったということをちゃんと認識して、それをつなげていくということが大事だと思いますね。